沖縄県商工労働部長の嘉数と申します。どうぞよろしくお願いいたします。と言いつつ、用意した資料に基づきまして、沖縄県のエネルギー政策についてお話をさせていただきたいというふうに思っております。まず最初にですね、2050年の脱炭素社会に向けた国の動向についてご説明をいたします。国は今年の7月にですね、非効率な石炭火力発電を2030年度までに段階的に休廃止する方針を公表いたしております。また10月、菅首相所信表明演説ですけれども、2050年に国内の温室効果ガス実質排出ゼロを目指すこと、さらに11月ですけれども、技術開発の目標や企業への支援策を盛り込んだ実行計画を年末をめどに策定する方針をですね、表明しておりまして、2050年の温室効果ガス排出ゼロという大きな目標に向かって進んでおります。次に2050年の脱炭素社会に向けた沖縄県内の動向についてご説明をいたします。県では第2次沖縄県地球温暖化対策実行計画を今年度内に策定予定としておりまして、長期目標、これは2050年度に向けて脱炭素社会を目指すというふうにしております。これを踏まえまして、沖縄県エネルギービジョン2020は、温暖化、失礼いたしました、県温暖化対策実行計画との整合を図りつつ、エネルギーの低炭素化、それから脱炭素化を目指す内容として、現在策定作業を進めております。一方、県内事業者の動向としまして、沖縄電力が去る12月8日ですけれども、2050CO2 排出ネットゼロを目指す方針を公表しております。これは本州のですね、各電力会社に先駆けての公表だったというふうに私は認識しております。また、沖縄うるまニューエナジーがですね、一般家庭約11万世帯分に相当する大規模な木質バイオマス発電所を、これは来年7月に稼働する予定というふうに聞いております。2050年の温室効果ガス排出実質ゼロに向けまして、県内の行政と民間の取り組みが進んでおりまして、こうした動きは国の動向にも対応しているものというふうに考えております。今日午前中ですね、県と沖縄電力におきまして、2050年脱炭素社会の実現に向けた連携協定というものを締結いたしましたので、紹介をさせていただきます。玉城知事と沖縄電力の本永代表取締役社長が出席をしまして、締結式を行いました。この協定ですけれども、SDGs の理念のもと、本県における2050年の持続可能な社会実現を目指して、沖縄県と沖縄電力が緊密に連携協力することとしております。具体的には、電気の安定的かつ適正な供給ですとか、それから再生可能エネルギーの導入拡大などについて、協力連携して取り組むこととしております。エネルギーの脱炭素化については、沖縄電力との連携が必要不可欠ですので、当協定の締結により、沖縄県も脱炭素社会の実現に向け、大きな一歩を踏み出すというふうに考えております。それでは現在、沖縄県が策定作業中のエネルギービジョンについてご説明をいたします。現行のエネルギービジョンアクションプランがですね、2020年度で周期を迎えることから、新たに沖縄県エネルギービジョン2020、これまだ仮称ですけれども、それを策定するという予定としております。このエネルギービジョン2020ですけれども、これ、知事も掲げます SDGs の理念等を踏まえまして、2050年度の脱炭素社会の実現に向けまして、2030年度時点において、達成すべき将来像を描くことを念頭において、現在、鋭意策定を進めております。それでは、その沖縄県の再生可能エネルギーの導入拡大に向けた取り組み事例についてご紹介をさせていただきます。この写真は宮古島ですけれども、宮古島ではその IT 技術、エネルギーマネジメントシステムを活用しまして、太陽光発電設備、それから給湯器、蓄電池を一括制御しまして、島内限定エリアでの再エネ優先の電気利用を実現しております。この写真は宮古島の市営住宅ですかの屋根の部分ですね。太陽光パネルを設置された様子を写しております。
続きましては、こちらは波照間島のですね、MG セットの事例を紹介したいというふうに思います。波照間島におきましては、既存のディーゼル発電機と、それから風力発電、蓄電池、モーター発電機等を組み合わせて運用するものでして、現時点での再エネ100%電力供給の最長連続運用時間、これはなんと10日間、229時間27分を達成しております。非常に大きな成果だというふうに考えております。3枚ある写真の左側の2枚ですけれども、これ、波照間島の可動式の風車の様子です。これはその強風時に風車を倒すことが可能なため、台風の多い本県におきましては、設備の維持管理ですとか、安全性の面で非常に効果が高いというふうに考えております。それから右の写真ですけれども、これは蓄電池に貯めた再エネ電力を導源としまして、動力ですね、発電機を稼働する MG セットと呼ばれるものです。沖縄県としましては、これらの実証事業の成果がですね、県内他地域に展開していくことを期待して事業を進めております。それではエネルギーにおける沖縄の地域性について、これはもう皆さんすでにご承知かと思うんですけれども、改めましてご説明したいというふうに思います。沖縄県は本土から離れた地理的環境ということで、本土と独立した系統となっているため、他県と比べてより高い供給予備力が求められているということになっております。また多くの離島を抱える島しょ県であることから、供給コストも高くならざるを得ないというような状況に置かれております。石炭火力はその昼夜問わず安定的に稼働することが可能でありまして、また発電コストが低廉であるため、沖縄県はその石炭依存度が高く、現状では約6割程度というふうになっております。このエネルギーの安定的かつ適正な供給は産業振興の基盤ということでありますので、県としましては、県民生活や産業振興に支障が生じないよう配慮しながら、再生可能エネルギーの導入拡大及び石炭火力の削減を推進することとしております。続きまして、沖縄県の再生エネルギー導入拡大にかかる課題について説明をさせていただきます。まず太陽光ですとか風力発電、これ天候の影響を受けやすく、安定供給に課題があるため、系統の設備量には上限があるということでございます。でさらに、風力発電の審査基準ということで、これはその風力を審設することが実質的に、現状では困難となっているというような状況がございます。これらに加えまして、安定的な再生可能エネルギーである水力、それから地熱につきましても、沖縄県はその資源に乏しく、導入拡大が見込めないというような状況にございます。こうした課題があるものの、再エネを増やしていくため、先ほどご説明しました宮古島でありますとか、波照間島等の実証事業の成果を他の地域に展開することですとか、それから再生可能エネルギー設備にかかる税制優遇など、民間事業者の再生可能エネルギーへの設備投資を誘発する支援制度としまして、現在、例えばその固定資産税の減免ですとか、新たな補助制度の創設、それから風力発電導入のネックとなっている局地不足の規制緩和などを検討しております。それでは沖縄県エネルギービジョン2020で掲げる基本理念と基本目的について説明をいたします。まず基本理念ですけれども、沖縄県エネルギー政策の前提となる普遍的な考え方としまして、こちらの方はその国のエネルギー政策で掲げられている基本理念とも符合するんですけれども、S プラス 3E、つまり、安全ですとか安定供給、それから経済性、環境適合性を維持できていきたいというふうに考えております。それから基本目的ですけれども、こちらは沖縄らしい島嶼型エネルギー社会を実現し、豊かで安定した地域社会と活力ある地域経済に貢献することを掲げております。次にエネルギービジョンで描く将来論についてご説明をいたします。2050年を見据えまして、今後10年間で目指す沖縄県のエネルギー社会の姿として、
2030年度の将来像を描いております。まず2050年におけるエネルギーの脱炭素化のイメージですけれども、こちらは再生可能エネルギーの主力化、CO2 貯留の CCS、それから CO2 再利用の CCUS などの次世代火力発電の普及、さらには水素エネルギーの利用等が実現している社会をイメージしております。これらを踏まえまして、10年後の2030年ですけれども、低炭素で災害に強い沖縄らしい投資型エネルギー社会を実現したいというふうに考えております。この2030年度の将来像としまして、再生可能エネルギーの導入拡大等による低炭素なエネルギー社会ですとか、県産エネルギーの域内利用の拡大等が実現するよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。はい、それではエネルギービジョンの基本目標について説明をいたします。基本目標ですけれども、2030年度の将来像の実現に向けまして、沖縄県が今後10年間で取り組む施策の方向性を示したもので、3つの目標を掲げております。まず1つ目がエネルギーの低炭素化です。これは2050年のエネルギーの脱炭素化に向けまして、この10年間でエネルギーの低炭素化を目指していきたいと。具体的には、再エネ導入拡大等によるエネルギー源の低炭素化、またはエネルギー消費の抑制などにより目標達成を図っていきたいというふうに考えております。2つ目が自立分散化ですけれども、県内におきましては、浦添スマートシティ等の事例がございますが、限られたエリアでのエネルギー自給システムによりまして、安定供給とレジリエンスの強化、自立分散化システムと既存集中システムの強調を図ってまいりたいというふうに考えております。で最後、3つ目ですけれども、エネルギーの地産地消化ということで、県産エネルギーの利活用、活用等を通しまして、地域社会、地域経済への貢献、地域の実情に合わせたエネルギー源の地産化の促進を図ってまいりたいというふうに考えております。次に目標指標についてご説明いたします。目標指標としましては、2つを設定しておりまして、まず1つ目が再生可能エネルギーの電源比率でございます。今日、本永社長と玉城知事の連携協定締結し終わった後、マスコミにレクを行いましたが、やっぱり最初に質問があったのはこの電源比率でございました。沖縄県としましては、2019年度の約 6% から、実はここだけの話なんですけども、ここだけの話ってたくさんいらっしゃるんですけども、実は電源比率をですね、議論する際に、町内でも、我々の部の中でもかなり議論になりました。沖縄県のこれまでの現状といいますか、今の実力からしてですね、どの程度まで伸ばしていくことが可能なのか。で一方、国は、高い目標を掲げておりますので、沖縄だけ本当にね、特別扱いしてもらって、全然そこに取り込まなくていいのかというところもございまして、県としてはかなり議論を重ねまして、意欲的な数値目標を掲げたというふうに思っております。で、2019年度の約 6% から2030年度に 16% としまして、現状から約10ポイント増加を目指してまいりたいというふうに考えております。これはその沖縄県の地球温暖化対策実行計画に掲げております CO2 削減量をもとに、エネルギー分野での必要な再生エネルギーの量を試算をしまして、設定いたしました。この分野はですね、知事はその SDGs というのを公約に掲げておりますので、かなり高いといいますか、関心を示しておられました。また、国の2030年度目標から沖縄では活用できる水力、それから地熱を除きますと、これ 13.3% 程度になっております、現状では。県としましては、これを上回るような意欲的な数値としたいというふうに考えております。それから2つ目がエネルギーの自給率でございますが、こちらは県産エネルギーの最終エネルギー消費量に占める割合ということで、こちらにつきましては、2017年度の約 1.9% から2030年度に約2倍となる 3.7% を目指して取り組んでいきたいというふうに考えております。
次に、沖縄県の再生可能エネルギーの導入における設備容量のイメージということですけれども、これ参考までにですね、沖縄県の再生可能エネルギーの電源比率を、1% 向上させるために必要な設備について、太陽光発電の場合と、それから風力発電の場合で、試算しております。まず太陽光発電の場合ですけれども、住宅でいきますと、約1万8000からですね、2万個に相当する太陽光発電設備の設置が必要となりまして、これ面積にしますと、約0.58から0.63平方キロメートルの規模になるということでございます。で、これを島に例えますと、本部町のみんな島の面積に相当するというような面積が必要になるということでございます。それから風力発電のケースですけれども、これはその風車の配置にもよるということですが、0.4から2.3平方キロメートル程度が必要というふうになります。で、これも同じように島に例えますと、0.4平方キロメートルですと、久米島町の大羽島、あと2.3平方キロメートルだと、やはり同じく大羽島に、うるま市の津堅島を加えた程度の面積に相当します。で、再生可能エネルギーの電源比率を 1% 向上させるためにも、これだけの設備面積が必要となるということを皆さんにお伝えしたくて、こういう資料を作成しております。次に、再生可能エネルギーの電源の導入容量の推移についてご説明いたします。この10年間見ていただきたいんですけれども、再生可能エネルギーの導入容量自体は非常に大きく伸びております。固定価格買取制度が開始された2010年、12年度から2013年度にかけまして、著しく増加しまして、その後、右肩上がりで伸びて続けておりまして、2019年度には約46万キロワットと、2013年度から約2倍の増加というふうになっております。このグラフのピンク色の部分ですが、こちらは太陽光発電です。2019年度の再エネ設備容量の約9割がこの太陽光発電で占められております。続きまして、将来推計ですね。今後の再生可能エネルギー電源導入見込み量を推計しますと、来年7月稼働予定の先ほど紹介しました大規模木質バイオマス発電所によりまして、大きくバイオマス発電が増える見込みが立っております。また、固定価格買取制度のこれ認可済み未稼働設備が今後稼働していくことによりまして、太陽光発電の増加も今後期待されるということでございます。次に同じく電源比率の将来推計と目標ということですけれども、2030年度までに稼働する見込みが高い再生可能エネルギー電源比率を推計したところ、実はこれ13.3% 程度になる見込みでございました。そこからエネルギービジョンに位置づけるアクションプランの取り組みを行うことによりまして、見込みの 13.3% から 2.7% の上積みを図りまして、目標である 16% を達成したいというふうに考えております。先ほど説明した通り、再生可能エネルギーの電源比率、これ 1% 増やすことは、決して簡単なことではございませんけれども、県としましては、電力会社等とも連携しながら、目標達成に向けて積極的に取り組んでいきたいというふうに考えております。それでは、将来度の実現に向けたロードマップについてご説明をいたします。まず10年後の2030年度までに重点的、先行的に取り組む施策としまして、4つの重点プロジェクトを位置づけております。まず1つ目が再エネ導入エリア拡大プロジェクト。それから2つ目が家庭や事業者の再エネ自家消費拡大プロジェクト。3つ目が天然ガスの利用拡大プロジェクト。そして4つ目が EV、電気自動車の普及拡大プロジェクトでございます。この4つのプロジェクトを着実に実施することによりまして、2030年度の将来度、低炭素で災害に強い沖縄らしい島嶼型エネルギー社会を実現し、2050年のエネルギー脱炭素化に向けた基盤を形成していきたいというふうに考えております。加えて将来の実装化を見据えたチャレンジプロジェクトも掲げております。それでは重点プロジェクトの具体について説明をいたします。
1つ目の再エネ導入エリア拡大プロジェクトですけれども、これはその宮古島のエネルギーマネジメントシステムですとか、波照間島の MG セット等の実証成果を活用しまして、離島における再エネ100%の実現や、本島も含めた他地域への展開等、さらに2つ目の家庭や事業者の再エネ自家消費拡大プロジェクトにおきましては、家庭事業者における太陽光発電、蓄電池の導入拡大等、さらに3つ目の天然ガスの利用拡大プロジェクトにおきましては、貴重なその県産エネルギーである水溶性天然ガスの導入拡大、そして4つ目、EV 電気自動車の普及拡大プロジェクトにおきましては、EV 利用環境の充実等に取り組んでまいりたいというふうに考えております。次にチャレンジプロジェクトです。エネルギーの脱炭素化には、水素エネルギーの利用ですとか、ゼロエミッション火力の普及など、CO2 排出をゼロにするための技術革新、それからエネルギー転換が必要不可欠であるというふうに考えております。そこで、我々は将来の水素等の次世代エネルギーの実装化に向けまして、水素の利活用促進、それから海洋再生可能エネルギー等の開発促進、それからスマートシティ創設チャレンジの3つのチャレンジプロジェクトを設定しております。重点プロジェクトと並行してチャレンジプロジェクトを実施することによりまして、2030年度までに次世代エネルギーの実装化に向けた基盤を形成し、2050年のエネルギーの脱炭素化につなげていきたいというふうに考えております。それではこれまで説明してまいりましたエネルギービジョンのまとめをさせていただきたいというふうに思います。2050年のエネルギーの脱炭素化に向け、2030年度の将来道に低酸素で災害に強い沖縄らしい島嶼型エネルギー社会を掲げまして、この10年間の基本目標として、エネルギーの低炭素化、自立分散化、地産地消化を位置づけていきたいというふうに考えております。2030年度の目標指標として、再生可能エネルギーの電源比率16%、それからエネルギー自給率 3.7% を設定して取り組んでまいります。アクションプランでは、2030年度の目標達成に向けまして、4つの重点プロジェクトを着実に実施するとともに、将来の実装化を見据えたチャレンジプロジェクトとして、水素など次世代エネルギーの利用拡大に向けた取り組みを推進し、2050年のエネルギー脱炭素化につなげてまいりたいというふうに考えております。以上が現在策定中のエネルギービジョンの概要ということになります。私のお話は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。